今日は松ぼっくりを描いていきたいと思います。フリー素材サイトアンスプラッシュから松ぼっくりパインコーンで調べて、上の方に出てきたこちらの松ぼっくりを使いたいと思います。画像を長押し、画像を保存でプロクリエイトに行って、写真を追加、写真を挿入、画像は大きくしておいてください。画像の上に新規レイヤーを追加して、松ぼっくりの明るい部分の茶色い色を取ります。今回このやり方ではやらないのですが、例えばこういったひし形の形を囲んで色を落とす方法でもいいんですけれども、数が今回多いので違った方法でやっていきます。松ぼっくりの画像を少し拡大をしてからフリーハンドを選びます。松ぼっくりのハイライトが当たっているところをフリーハンドで囲んで、プラス追加でどんどんハイライトの当たっているひし形の形をしているところを囲んでいきます。松ぼっくりの上の方もひし形の形ではないのですが、ハイライトが当たっているところを囲っていってください。例えば一度囲って違かったなっていう時は、隣のマイナスとすれば一度削除することができます。一旦ここで色を塗ってみようと思います。スタジオペンを選んでブラシサイズ最大にして、先ほど選んだ茶色い色を使ってフリーハンドで囲んだところに色を落とし込んでみます。このような感じになります。また再度フリーハンドを選んでハイライトのところを囲ってプラス選んでいきます。このようにして一旦ハイライトをすべて囲ってからインキングのスタジオペンで塗っていくということを繰り返して仕上げていきます。今画像を外すとこんな感じで塗れています。一度ハイライトをこのような感じで描くことができました。画像を外すと今こんな感じになっています。ハイライトを隠して画像を拡大すると、先の方がさらに明るい色になっていますね。ここを描いていこうと思います。描画イーグルホークを使っていきます。先の色を取ります。今のハイライトレイヤー隠れたままで大丈夫です。選択をクリックしてプラス新規レイヤーを上に追加して、ここに描いていきます。写真を拡大してブラシサイズ少し細めにして、明るくなっているところにザザザと色を塗っていきます。先ほどのレイヤーをつけると今こんな感じで色が塗れています。茶色のレイヤーはまた隠して画像を見ながらハイライトに色を入れていきます。このような感じで明るい色を先の方に入れることができました。茶色いレイヤーをクリックして見てみると、塗れてないところがまだあったので追加して塗っていきます。画像を外すと今こんな感じで色が塗れています。今描いたところを隠して画像を拡大して見てみると、少し木の感じを出していきたいと思います。表面が少しゴツゴツしているような硬い感じですね。そんな感じを出していければと思います。ハイライトの中にある濃いめの茶色の色を選びます。最初のレイヤーを選択、上に新規レイヤーを追加してこちらに色を塗っていきます。ブラシはインダストリアルねじれ炊き、こちらを使っていきます。ブラシサイズを少し中間ぐらいのサイズにして、不透明度も少しだけ下げています。一つ一つではなくて全体にバーッと塗っていきます。画像を外すと今こんな感じになっています。このままにして少し濡れていないところをさーっと色を塗っていってもいいと思います。すべてのレイヤーを表示して拡大して見てみると、木の感じの硬い感じが表現できていると思います。一旦レイヤーを隠して画像をつけてみると、今度は少しハイライトを入れていきたいと思います。先ほどのレイヤーを表示して他のレイヤーを隠しておきます。画像も隠してからハイライトの色を選んで、同じねじれた木のブラシで全体的にハイライトをバーッと入れていきます。
全体にハイライトを加えたら他のレイヤーを表示して確認してみます。今こんな感じでハイライトも若干加わったような感じで仕上がっています。これで手前のハイライトの部分は完成しています。後ろの暗い部分を描いていきます。一度ハイライトのレイヤーはグループ化して名前もハイライトとしておきます。ハイライトの下に新規レイヤーを追加します。インキングのスタジオペン、こちらを使って画像をなぞりながら外枠を描いていきます。線が見えやすいように画像は薄くしておきます。上のグループレイヤー、ハイライトも隠しておきます。ブラシサイズは少し細めにして周りを囲っていきます。全部一気に囲むのは結構大変だと思うので、少しずつ囲みながら色を落としていくといいと思います。色を落とし込んで濡れてないところがあったら色を加えておいてください。ハイライトレイヤーをつけると今こんな感じになっています。一旦レイヤーは隠して画像の不透明度も戻しておきます。画像を見るとわかるのですが、こう手前から奥に入って奥行きの感じを表現していければと思います。一旦画像は隠して上のハイライトを使っていきたいと思います。ハイライトを複製します。こちらをフラット化して1枚の画像にして、下は後で使うのですが一旦隠しておきます。下の画像を表示して茶色のレイヤーを選択。一度茶色のレイヤーは隠します。上のフラット化したハイライトのレイヤーをクリックしてぼかしツールを選択してペイントのスタッコ、こちらを使っていきます。写真を見ながら奥行きが出るようにハイライトの色を使ってザーザーと線を入れていくような感じで色を入れていきます。サイドの方も奥行きが出ているところには色を加えていきます。上の方にも奥行きが出ているのでそちらの方にも色を足していきます。下の画像を外すと奥行きの感じでザーザーと塗ることができました。取っておいたハイライトは上にしてしっかりとした形は残しておきます。次に画像を見るとわかるのですが、中心が黒くなっています。画像から黒い色を取ってスプレー、チューブドノズル、土台のレイヤーをアルファロック表示させてから中心に黒い色を塗っていきます。次に画像を見ていただくとわかるのですが、段差のところに影があります。そこを加えていきます。画像は一旦隠してキャンパス、基準、イメージを読み込むで横に配置して画像を見ながら描いていきます。画像は拡大しておきます。今のレイヤーを選択、上に新規レイヤーを追加してブラシは同じチューブとノズルを使っていきます。ブラシサイズは少し細めにしておきます。不透明度も少し下げています。画像を見ながら段差のところにシャドウを入れていきます。段差によってできたシャドウを入れていくことでメリハリのある松ぼっくりの奥行き感の出た雰囲気に仕上げることができます。シャドウはサイドや上の方にも加えていきます。段差のシャドウを描き終えたらグループ化したハイライトを複製。一つはフラット化してもう一つは隠しておきます。移動させて他の松ぼっくりのレイヤーとグループ化しておきます。さらにそのグループを複製して一つは隠してもう一つはフラット化にします。画像を一度見ると境目が少し自然な感じで馴染んでいるので、ぼかしツールを選んで決意輪ブラシを選んだら奥行きと境目の方を決意輪ブラシでなじませていきます。そうすることで境目が自然な感じに仕上がります。这一次我真的睡着了。上の方の境目もなじませていきます。
色がはみ出た部分もぼかしツールで隠すことができます。こちらで松ぼっくりの完成になります。いかがだったでしょうか。ぜひ描いてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。